おはようございます。千葉こずえです。現在朝4時、猫さんたちに起こされてしまって、ちょっと早めの一日がスタートです。個人的には朝が一番頭が冴えているので、ネームを始めてしまおうと思います。夢の中でネームができているなんていうこともなくはないんですが、大抵面白くなくて全没です。そんなわけでちゃんと起きてからネームを始めます。今回やりたいイメージがノートに書き留めてあるんですが、結構雑ですね。はい。朝から自分にご褒美という感じでカフェオレを作ってミニネームを始めます。プロットはやったりやらなかったりという感じなんですが、一応今回はやってみました。と言ってもかなり短いプロットですね。漫画家としてデビューしたばっかりの頃は、プロットが小説になってしまう病に苦しめられていたんですが、もう最近は箇条書きで自分だけにわかればいいやという感じです。はい、小1時間かけてミニネーム完成です。さらっとできたように見えるかもしれないんですが、実はもう毎日悩んで、これネームを始めて3、4日経ってるんですよね。昨日までのやつを全没にして、今朝新しく書き直したという感じです。はい、とりあえず iPad に清書していく作業に移りました。とはいえ、まだまだここから直していく予定です。絵を大きく入れ始めたら、ちょっと違ったなぁなんてことも多々あるんですよね。私が漫画家としてデビューした頃は、アシスタントさんに来ていただいたり、またアシスタントに行ったり、ネームについてみんなで相談し合うような機会が多かったんですが、皆さんはどんな環境で書いていらっしゃいますか？もしかしたら最近の方は、一人で最後まで頑張らなきゃいけないっていうことが多いのかなと思って、こうして私が書いている姿が誰かの励みになればと思って、こんな動画を撮っている次第です。残念ながらまだまだ私も手探り状態なので、皆さんにネームの書き方をご指南できるような動画にはなっていないのですが、だらだらネーム雑談していきますので、共感していただいたり参考にしていただければ嬉しいです。はい。とりあえずこの簡潔すぎるプロットに沿って主人公の感情を動かしてネームを書いています。連載の途中話のプロットなので読み切りとはまた随分違いますよね。正直なところ連載ですと読み切りよりはネームが楽だと思います。やっぱりキャラクターや設定がもう出来上がってしまっていますからね。とはいえこの回は私が苦手なシリアスなターンで、途中で担当さんに電話して泣きついたりですとか、いろいろあって1週間ぐらいかかってしまったんですよね。私がネームにかけていい時間は最大で1週間ぐらい。そうじゃないと作画が間に合わないので、本当に今回はギリギリで脳みそがオーバーヒートしそうでした。皆さんの中で漫画を描かれる方は、ネームどんな感じでやっていますか？人によっては、プロットでしっかり練り込んで、ネームではもうプロットの内容を書き写していくだけみたいな感じの方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。私はプロットが苦手なせいか、もうぶっつけ本番でネームに入ってしまうので、ネームを最後まで書き上げてはみて、やっぱり違うなぁとなってセルフ全没を出して、また全く違うネームを書いて、セルフ全没してという非効率なことをやってしまうんですよね。なので今回は7日間ネームに苦しんだので、
7種類の全く違うネームができてしまったという感じです。それはそれですごいねと担当さんに言っていただいたりもするんですが、いやー迷走しすぎだよなーと思って自分ではかなり悩んでいます。ネームの書き方って本当に手探りすぎて困りませんか？誰にも教えてもらってないですし、ちゃんとネームの書き方について説明された本もあまり見たことがないんですよね。漫画の専門学校とかに行くと教われたりするんですかね。あと、小回りが単調になってしまうのも悩みだったりします。今見ていただいてる感じで、横にコマを切って下を縦で2コマ分けるみたいな、これが結構多くなっちゃうんですよね。縦のコマを使える方に憧れたりします。それぞれ癖がありますよね。ちなみに1ページに何コマ入れてもいいかっていうのは、私がデビューした当時に担当編集さんから教わったのは、1ページ7コマくらいまでかなということをおっしゃっていたんですが、その時は雑誌が主流で、まだスマホで漫画を読むことが少なかった時代だったので、今となってはちょっと7コマは多いですよね。私は1ページ2コマから5コマぐらいまでにしているんですが、皆さんはどうされていますか？はい、ここでちょっとおやつタイムです。この日は朝早く起きすぎて昼間眠ってしまったので、実はもうこの段階で15時ぐらいなんですよね。ちょっと小腹が空いてしまったので、お菓子とお茶でのんびりします。ちょっと統一感がないおやつなんですが、一番統一感がないのはこのコルゴのシェラカップかなとは思うんですが、気に入ってるので今日も使っていきます。動画の冒頭ではバカボンのパパのマグカップを使っていたと思うんですが、こんな感じで大御所漫画家さんのグッズを持っていると結構テンションが上がりますよね。つい買ってしまいます。このアナログのタッチがめちゃくちゃ渋いですよね。作家さんとアシスタントさんの情熱が伝わってきます。私も頑張らないとなぁとゴルゴに励ましてもらっていますね。この熱い紅茶を注ぎ入れても全くびくともしない強い眼差しですよね。明けない夜はないし、終わらないネームはない。そう信じて後半戦も頑張っていこうと思います。はい、後半戦はもう少し絵と字をちゃんと入れていく作業に移りました。私は最初の段階で全くネームに字やセリフを入れていないんですが、それは頭の中で流れていくイメージを止めたくないからっていうのもあるんですが、もう一つ理由がありまして、それはデビューして間もない頃に担当編集者さんにいただいたアドバイスで、面白い漫画っていうのはセリフも字も何も入っていなくても絵だけで面白いし、内容がちゃんとわかるんだよというようなことをおっしゃっていて、本当に当時連載作家さんの原稿を見たら、どれもこの漫画から字が消えていても全部面白いだろうなぁと思ったんですよね。なので漫画は基本的に絵で見せるっていうのを意識した方がいいなぁと思っていて、最初ネームに字を入れないようにしています。特に私が書いているのは比較的ライトな恋愛少女漫画という感じで、
癒しですとか、ときめきですとか、共感ですとか、そういった女性の柔らかな感情に寄り添うような話になっているので、なるべく説明的な文字ですとか、セリフは省くように気をつけてネームを書いています。あと、自分自身が説明的なコマですとか、これは必要だから書かなきゃいけないんだよなっていうコマが増えてしまうと、作画の時にテンションが上がらないっていうのもあると思います。できる限りこのページペン入れが楽しみだなとか、このコマ書くのが楽しみだなと思えるような原稿作りを目指したいなというのが今の目標です。はい。そして今画面上では私がせっせとセリフと絵を書き入れているんですが、実はこのネーム、この日やり終えて翌日の朝、やっぱり面白くないなと思って全没にしてしまった没ネームです。こうして画面上で見ていても思うんですが、主人公が悲しいっていうターンを長く書きすぎてしまっているんですよね。ネームの冒頭に悲しいっていう感情は必要だったんですが、もうさっと切り上げて次の感情のターンに行かなければいけなかったのに、もう4枚目でまだまだ暗い顔してしまってるので、ちょっと遅いですね。そのことにまだこの段階では気づいていないという感じです。朝目が覚めて頭がすっきりしている時に気づくんですよね。というわけでこの動画は最後まで行くと最初の朝のシーンに巻き戻ってループするみたいなちょっとしたホラー動画ですよね。ですがこれを一生ループするわけではないのでご安心ください。何日か後にしっかり抜け出して編集さんにもいいですねと褒めていただけるネームが完成して今回作画に移ることができました。これは後日の様子です。もうさっき苦しんでいたネームが作画が終わり雑誌になって掲載された状態になっています。ちょっと皆さんに苦しんだネームの結果をお見せしたいと思います。ネタバレが怖いのであまり開けないんですが、はい、私が載っているのはここですね。さっき悲しい感情が続きすぎているかなと言っていたシーンは割と簡潔に終わらせることができて次の感情に切り替えることに成功しています。猫ちゃんを出すことで明るいシーンにさっと切り替えたという感じですね。この猫の絵がリアルじゃなくてギャグ寄りすぎるんですが、ちょっとご容赦ください。動物を描くのは本当に難しいですよね。猫を飼っていても猫を上手に描けないです。はい、雑誌はこんな感じ。単行本は9巻まで出ています。はい、今回の動画はネーム雑談という感じの動画だったんですが、いかがでしたでしょうか？ちょっとマニアックな話になってしまったかなと思うんですが、最後まで興味を持って見ていただいた方、本当にありがとうございました。漫画創作大変なこともありますが、頑張っていきましょうという動画でした。それではまた。